正しくポールに乗って腰とポールの間に隙間がある人は腰が反っている証拠です。タオルを使って頭を少し上げた状態で行いましょう。一つ目はセルフハグです。床に手がつくように広げて自分自身をハグする、これを繰り返しましょう。5番目までのストレッチは腰が反ってしまう人用に腰から背中にかけてのストレッチとなってます。他にも腰から背中が張る、疲れやすい、首肩が凝ると上半身のお悩みがある方に効果的なストレッチとなってます。もし腰も反っていなくて上半身の悩みが一つもないという人は3分頃から始まる下半身のストレッチをいきなり始めていただいても大丈夫です。セルフハグするときは右手で左の肩甲骨、左手で右の肩甲骨を触れるぐらいしっかりとハグしましょう。次のストレッチは指先を床につけた状態で手を上げ下げします。手を上げるときに肩に痛みがある人は手が床から浮いても大丈夫です。もしも腰が反ってしまうという人は腹筋に軽く力を入れてなるべく腰が反らないように意識しましょう。足痩せの動画なので下半身のストレッチを行いたいのですが、下半身のストレッチを行っている最中に腰を痛めてしまっては元も子もありません。まずは背中周りをしっかり緩めてから行いましょう。次は床に手のひらをつけたままくるくる回します。腕を動かすというよりも肩甲骨から動かすイメージです。肩周りが硬い方はもしかしたらこの動きでも痛みがあるかもしれません。無理ない範囲で行いましょう。もし余裕があればそのまま逆回しも行いましょう。肩こりや頭痛がある方はこの動画が終わった後すごく楽になると思います。ぜひ期待してください。次は正面に手を伸ばします。指先をピンと伸ばして肘を伸ばして前習いの状態を作ります。背中はポールにつけたまま指先をぐーっと上に持ち上げます。ゆっくりでいいのでできるだけ遠くに指先を伸ばしましょう。肩甲骨が動いている感覚があれば大丈夫です。次から下半身のストレッチに入ります。片足ずつ上げましょう。前ももというよりも下っ腹と股関節の付け根を使って足を上げてみましょう。ポールから体が落ちないように手で床を押さえましょう。ポールから体が落ちないように足をなるべく高く上げましょう。もし動画と同じペースできつければゆっくりでも大丈夫です。見た感じは簡単そうに見えるかもしれませんが、ポールの上に乗っている分足が下に下がってます。その分足を上げるだけでもすごく大変なんです。下っ腹を意識して頑張りましょう。すいません、非常に申し訳ないんですが、ストレッチポールをご自宅にお持ちなぐらいやる気満々の方にはどうしても成果を出したいです。こっそりとこの動きは60秒になってます。あと少し頑張りましょう。次は足を肩幅よりも広めに開いて股関節をねじります。内側、外側、ゆっくりねじりましょう。ガニ股の方は内側にしっかりねじる。内股の方は外側にしっかりねじりましょう。太ももを動かすというよりも股関節の付け根から動かすと効果的です。もうすでに4分が経過しました。疲れてきたよという人は10秒間休憩しても大丈夫です。鼠径部のリンパの流れを良くするためにこのストレッチも60秒間長めとなってます。一緒に頑張りましょう。もしこの体勢で腰が痛いという人は頭をもう少し高くするか
膝を少し曲げても大丈夫です。無理ない範囲で行いましょう。次は両足を揃えて膝を曲げます。その状態から股関節を開いて閉じて繰り返しましょう。股関節を閉じるときに内ももの筋肉を使って膝と膝をしっかりつけましょう。逆に股関節を開くときにお尻の筋肉が縮まっている感覚があれば OK です。足を置く位置ですが、膝をもう少し曲げてみたり、逆にもう少し伸ばしてみたり、ご自身が楽な位置で大丈夫です。しっかり股関節を外に開いて内に閉じましょう。やっとこの動画も半分を経過しました。結構疲れてきたと思います。次の種目に移るまでの10秒間休憩していても大丈夫です。次は足を肩幅よりも少し広めに開いて、片足ずつ股関節を内にねじりましょう。本当に股関節が硬い人は少し内にねじるだけでもきついと思います。それでも十分です。上半身がポールから落ちないように手で床をしっかり支えましょう。骨盤や背中が多少左右に動いても OK です。次は膝の曲げ伸ばしを行います。膝を曲げた状態からゆっくり伸ばす、曲げる、ゆっくり伸ばす、繰り返しましょう。膝を伸ばすときに急いで行うと膝に負担がかかります。靭帯がたくさんある大切な関節なのでゆっくり行いましょう。もしこの体勢でどうしても腰が痛いという人はコメントでご相談ください。いろいろ方法があります。次は下っ腹の筋肉を使って足を上げます。両膝を曲げて足を上げる、ゆっくり下ろす、繰り返しましょう。膝と膝をつけたまま行うと内ももにも効きます。もしまだ余裕があるという人はお尻が浮くくらいまで足をしっかり上げましょう。それでもまだ余裕があってもっと頑張りたいという人は足を伸ばした時にかかとが床につかないようにしましょう。ずーっと足を浮かせた状態で行いましょう。かなり下っ腹に効きます。きつい人は次の種目まで10秒間休憩しましょう。次は休憩も兼ねたストレッチです。床に手をついたまま左右に体を揺らして背中をゴリゴリします。背中の筋肉を緩めることが目的なのでうまくできなくても大丈夫です。背中がゴリゴリいってるのを感じながら行いましょう。ちなみに僕は練習したんですがなかなかスムーズにできません。とりあえず背中がゴリゴリいってるので OK です。少し休憩をしたので次はきつい種目です。ストレッチポールに乗ったまま自転車を漕ぐイメージです。力を入れるポイントを変えることによって効く場所が変わります。かかとを手前に引くときに力を入れると裏ももに効きます。逆に膝を伸ばすときに力を入れると前ももに効きます。膝上の肉を撃退できます。
60秒間お疲れ様です。この動画で効果が出た人はチャンネル登録と高評価をお願いします。12月限定プレゼント3つ準備しました。1つ目、1日10分でできるストレッチメニュー。2つ目、気になる部ごとのストレッチ動画リスト。3つ目、習慣化のための12月カレンダー。概要欄か固定コメントに貼ってある無料の公式 LINE、友達追加するともらえます。